あるテレビ番組の観客席に座っていた高齢の男性。隣に座っていた女性を見て、彼はそっと涙を拭っていました。そして突然立ち上がる観客たち。その姿を見て、信じられないという表情を浮かべる高齢の男性。彼らにはどんな物語があったのでしょうか。1938年、ナチスドイツはユダヤ人への迫害を続けていました。そのため、多くのユダヤ人が難民となり、ヨーロッパ各地に難民キャンプができました。彼らは過酷な生活を送り、誰もがこの場所から脱出することを切望していました。特に子供たちは保護されず、放置されていました。最初の映像に登場した高齢の男性、当時29歳だったニコラス・ウィントンは、イギリスで正険な加害人をしていました。ある日、ウィントンはチェコスロバキアの難民キャンプで働いていた知人から一本の連絡を受けました。その連絡を受けたニコラス・ウィントンは難民を助けるためにすぐプラハに飛びます。そこで出会った難民たちはナチスの迫害により悲惨な生活を送っていました。ウィントンは特に親と離れて一人でいる子供たちを見て心が痛み、この地獄のような場所から彼らを救わなければならないと思いました。イギリスに戻ったウィントンは政府の許可を得てチェコキンダートランスポートという機関を作り、子どもたちを救うための資金を集めるために奔走しました。また子どもたちがイギリスに来た時に新しい家族を迎えられるように準備しました。子どもたちを救出することは非常に危険なことでしたが、しかしナチスの絶え間ない脅威にもかかわらず、足りないお金は自分で負担し、子どもたちを連れてくる列車の切符を用意しました。1939年3月、初めて子どもたちをプラハからイギリスに送る日、子どもたちの幸福とより良い未来のために彼らを送り出さなければならなかった親たちは、すぐに会おうという最後の言葉を残して別れました。駅は子どもたちと親たちの泣き声で満ちていました。20人の子どもたちを乗せた列車はプラハを出発しました。ウィントンは合計7回の列車を運行し、669人の子どもたちをイギリスに連れてくることに成功しました。これらの子どもたちは、イギリスの家庭に養子に出され、ウィントンの計画は成功しました。しかし、この時、第二次世界大戦が勃発します。そのため、250人の子どもたちを乗せた8番目の列車が止まり、残念ながらこれらの子どもたちに再び会うことはありませんでした。ウィントンはこれに罪悪感を感じ、空軍に入り戦争に身を投じました。時間が経ち、約50年後、ウィントンの妻は屋根裏部屋で偶然に一冊のスクラップブックを発見しました。ここにはウィントンが命を救った子供たちの写真と全ての情報が記録されていました。ウィントンは大したことではないと言いましたが、妻はこの事実を世界に知らせたいと思いました。資料を元にして独特な名前を持つ子供たちにまず連絡を取りましたが、連絡を受けた彼らは誰に救われたのか全く知らなかったのです。その後、この資料は記事化され、イギリス BBC の That is Life という TV ショーで彼のためのサプライズプレゼントが準備されました。Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. And it was just 自分が救った少女を50年ぶりに対面したウィントン。ウィントンは涙を拭います。司会者が、この場にニコラス・ウィントンさんに命を救われた方がいらっしゃるなら、立ち上がっていただけますかと言うと、番組中ずっと平然と座っていた観客たちは皆、50年前にウィントンに救われた子供たちだったのです。ウィントンが救った669人の子供たちは家族を作り、6000人にもなりました。その後、生存者たちは未来の世代と彼らの証言を記録するために、イギリスにホロコースト記念財団を設立しました。そして、イギリスとチェコに彼を記念する銅像が建てられ、2003年にはイギリスからナイトの称号を受け、さらに2014年にはチェコ共和国の最高栄誉である白獅子勲章を受けました。ウィントンは2015年、106歳で寝ている間にそのまま帰らぬ人となりました。ニコラス・ウィントンはこう言いました。
間違いをしないことに満足せず、毎日何らかの善行を行えるように準備しなさい。